そうなんだよ。結局、今現在ね、この先多分そうだな、母親のそのね、恩師っていう話は、そのうちバレると思うけど、やっぱりそれまでは、達也のベクトルってのは、どうしても先の方に向いとるから、だからそうなってくると、やっぱりね、こう、ところどころに先のことが思い浮かばれてしまうのではないかなっていう。なのになんでこの展開は、あまりの落差に風邪をひきそうだ。ひでえよ。これじゃあ今後のことを真面目に考える余裕なんて。失礼いたします。こちらに鍋島先生がいらっしゃると。すごいな。序盤から飛ばしてくるね。先も先で。そうか。いろはいいか。昨夜以上だな。このサイズ感。1年生で。見られた素晴らしいその瞳。素晴らしいその瞳。よりにもよって、なんでサキがここに。しかも目が合った瞬間、その瞳からすっと光が消えた。考えてみれば、彼女が俺を訪ねてくる可能性は十分にあった。何せこの子にとっても俺は因縁深い相手のはずだ。で、ここでやっぱ先生の反応がちょっと二人に向けたものとは違う感じになるから、だからここで多分ベクトル意識されるんじゃないかな。多分そのベクトルを意識されるんじゃないかな。ライバルが急に二人ってなるよな。過去、現在、未来。なかなかクレイジーなことになってきたな。だがそこで因縁の男が両手に女子をひっつけたまま突っ立ってれば、そりゃあそんな無色透明な顔になるわ。ブーヤに至ってはこのどうしようもない空気を察してか、いつの間にか姿を消している。今度こそ俺は落差で風邪をひいた。その証拠にめっちゃ胃が痛い。そうだ、風邪をひいたなら仕事なんかしてる場合じゃない。むしろ一刻も早く帰るべきだ。俺は誰も待っていない部屋に帰りたい。音を消したテレビをいつまでも眺めていたい。たとえ眠れなくてもお布団が恋しかった。ごめんなさい。今取り込み中。あら？おや？うん。そうきたか。お前実はやるタイプか。ほーん。守備タイプかと思ったけど、攻撃、カウンターときたらやっぱ守備やろ。守備かと思ったら。でも守備っぽいな。だがさっきはきっと目尻を吊り上げると、周りの状況などお構いなしにつかつかと歩み寄ってきて、俺の真正面に立った。鍋島達也先生。はい。そして彼女はいきなり限界まで腰を折り、思い切り頭を下げてきたのだ。私に絵を教えてください。そうきたか。はい。絵を？なんだって？まさにそうやろな。過去の女だったな。完全に過去の女だったな。そういうことやろ？はい、そうきたか。先生はずっと私の憧れだったんです。そういうことか。かわいい。すげえな。何？うわ、太もも最高じゃん。もう最高じゃん。いいな。風音城いいな。やべえな。太ももはやっぱ太けりゃ太いほどいいよな。いいな。素敵だな。いや、本当にさ、やっぱ過去のね、どうして絵をって話になるわけやねんか。
はい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 。ね。そこでしばらく話が続いて、あ、これ多分取材旅行だな。絵のコンクール。一応絵は教えるけど、その、結構抱えとるものがあるから、ちょっと考える、ね、余地があるし。そこなんだろうな。これ書いたんすげえな。私に絵を教えてくださいって話になったら、おい、待てま。待てま。YouTube 大丈夫か、おい。すごいな。多分守備の女だと思うんだけどな。私に絵を教えてください。はい。多分守備の女だと思うんだけどな。で、ここで一応そのいきさつを説明するわけやろ。で、これで過去と現在と未来が整ったわけや。完璧だな。私に絵を教えてください。私に絵を教えてくださいと言ったのか。サキが俺に。この子、今朝の子だ。空気を読まずイロハがいきなり、本郷な声を上げる。校門の前であのアーチを作ったのは誰かって何度も聞いてきた新入生がいてさ。うんそんなに感激してくれたんだってうちまで嬉しくなっちゃってさ。ってあれ？イロハはようやく自分が注目を集めていることに気づいてきょとんとする。そういえばさっきも金髪の先輩に聞いたと言っていたか。もちろん言ってないからね。ちゃんとアーチはいつの間にか治ってたって言ったし、秘密だって約束したもん。楠木さん、そんな言い方をしたら本当は知ってると自白したようなものでしょ。第一、さっきはその秘密の話を私がいる前で堂々と話していたようだけど。だってたっちゃん先生を見たらたっちゃん先生しか目に入らなくなっちゃったんだもん。だからそれでは答えを言ってるようなもの。いや、イロハのせいじゃないさ。多分さっきは自分で気がついたんだ。鍋島達也が書いたものだと。だからイロハを問い詰めようとした。はい。先輩は白を切る天才ですね。誰が書いたかは知らないの一点張りでしたから。ほらこれでも口は硬い方。お、過去の女の過去がどんどん説明会やろ。これはもうアニメでいう説明会やろ。第3話だろ。じゃあ第2話か。でもさ、ならどうしてたっちゃん先生に絵を教えてもらおうなんて。そうね。本来美術部へ行くのが筋だと思うけれど、どうしてこの人のところになんか来たのかしら。あ、ここでまた昨夜の知らない情報がまた出てきたな。ね、やっぱ過去を知る女と、ね、やっぱその感覚的には分かっとるの。だから実際見たからね、アーチを作るときに見たから、あ、言われてみれば納得みたいな感じなのと、ね、もともと知っとること。いや、おもろいな。この3組面白いな。あなたはグーチョキパーどれを出します？なぜか、昨夜の視線が痛い。さっきから後頭部にザクザク刺さっている。だって急にあって私の知らない情報がたくさん。だって今まではほら、ね、ごめんね喋ってばっかで。今までは結構ね、先生のことなら結構何でも私知ってますよみたいな感じの立ち位置で振る舞っとったんだけど、もうどんどん知らない情報が出てくるわけやねんか。ね。カウンター当てる人間がさ、相手のプレイスタイルを知っとったと思ったらさ、なんか新しいパンチを身につけてきたぞ。新しいなんかそのね、フットワークを身につけてきたぞみたいな感じで、ってなってる。こんな感じやな。なんでボクシングなんだろう。だが俺も先にだけは、向き合わぬわけにはいかない。悪いが俺はここじゃただの社会科教師なんだ。君に絵を教えることはできない。いけませんか？社会科教師に絵を習っては。これは方便なんだよな。だって教えること自体はできるからさ。ね。
途端にますます咲夜の視線が鋭くなる。もう視線でめった刺しにされる勢いだ。へえ、つまりそれはこの人でなくては嫌だということかしら。一応事情がわからんからね。どうしてっていう。この子もたっちゃん先生にラブなわけ？てっきり冷血教師だとばかり思っていたけれど、どうやらいろんなところで色目を使っているようね。まるでしつけのなってないペットみたいに。お前もペット、お前も一人やねけ。ああ、ややこしくなるからお前らは少し黙っててくれないか。しかし先生の娘に俺が絵を教えるだと？なぜこの子はそんなことを言い出したんだろう。まあそうは言うてもね、母親がもう亡くなっとるわけだからさ、他に絵を、なんだろう、教えてもらえる人もおらんし、だから多分、あれなんだろうな、オープニングからして、達也のこと尊敬しとるっぽいから、なんだっけ、自分が題材になったあの絵にやっぱり自分自身で感動したんじゃないかな。で、ずっと憧れだったと。正直興味がないと言えば嘘になるが、いや、やはり俺ではダメだ。ここに来て達也自身のトラウマとか吸ったもんだがなっとるわけやんな。天秤のバランスとしてはいい感じやね。いけないというよりやるつもりがないと言えば分かってもらえるか。ではアートに関わりのない方の意見も聞いてみたいというのではいかがです？守備だな。ほら、やっぱ守備型だな。こいつスーパー論理派。守備固め。周りから外堀埋めてくタイプや。いやー、これ話するのが一番ダメなんや、このタイプと。やっぱ守備型だな。他の二人ではこの返しないねか。じゃあ私は普通に、美術部に入って、真面目に絵を学びます。アドバイザーとして、あなたの意見も聞いてみたいと。ね。絵のいろははあるわけだから。そうなってくると、こっから、多分今から始まるよ。どんどん断りづらくなる。その退路を潰されるっていう。あのパンチ打ってもガード、このパンチ打っても避けられみたいなことを繰り返されるから、こっちは打つ手がなくなるっていう。とにかく先生に私の絵を見てほしいんです。意見を言うだけなら素人でもできるはずですよね。うまいなあ。君は俺の正体に気づいてるはずじゃないのか？にもかかわらずあえてそう来るのは俺が過去を隠して生きることに気づいているからか。彼女はキーの高い猫のような目をしているが、きっと内面は優しい子なんだろう。そんな感じもない気がするけどな。いや、それでもやはり指導はできない。こればかりはどうしようもない。俺はただ力なく首を横に振った。すると、サキはじれたようにさらに一歩詰め寄ってくる。私の母は画家でした。でもある時期を境に作品を発表しなくなってしまったんです。あ、知らんタイプだ。それでも絵を教えることだけは続けていたんですよ、ずっと。ああ、知っているさ。でも俺は画家じゃなくただの社会科教師だ。そう言ったろ。悪いがな。泣いた。え？たっちゃん先生が泣かした。もうさすがに新入生泣かすのはダメだってば。お前そういう手段使ってくるやつか。したたかなやつだぜ。いや、そう言われてもだな。かわいいな。この SD、デフォルメの絵かわいいな。イロハは速攻で先の方に着くと、肩を抱いて慰め始めてしまう。今のはたっちゃん先生が悪いよね。断るにしたって言い方とかあるよね。いえ、平気で泣いていま大泣きやねよ。いや、どう見ても泣いてるだろ。もし俺の言い方が気に障ったんなら。だからかわいい。
もん。私はただ、いいえ、あなたが意地悪ばかり言うのがいけないんだもん。おい。サキはまるで感触を起こしたダダっ子のような声を上げて駆け去ってしまう。だからやっぱ知っとるんだよな。過去。知っとるもしくは本能的に分かっとるんじゃないかな。だって知っとったら、知っとったら、そうだよな。でも、そうか。イロハは絵描いたのを誰かって言ってないのに、そして、あれや。イロハは描いたことを見てないし、現場見てないし、昨夜みたいにその現場目撃したわけでもないし、イロハは口を滑らせていない。なのに、鍋島達也先生を一直線に来たってことは、やっぱ知っとるんやんな。だって、誰が書いたってわからんもんだって。ね、情報はないねか。つながるための。もともと知っとって、で、それが絵を見たときに確信に変わって、多分あったのは偶然だと思うんよ。あったのは偶然だけど、あ、母の絵と似ているとか多分そういうきっかけなんじゃないかな。描き方というか。そこじゃない。でも一応ほら、ね、周りが見えとるから、建前として言ったものの、それを意地でも断られて、あなたが意地悪ばかり言うのがいけないんだもんって話になるわけか。そうやんな。だから多分分かったんやろな。守備型の人間だな、この子。優等生な雰囲気をまとっていても、やはりまだ1年生ということなのか？もう、たっちゃん先生らしくないよ。あの子の絵を見て意見を言うくらい別によくない？でも多分あれなんだろうな。ごめんね、喋ったばっかで、本当に。でも結構分かってくれ。なんかこの、なんだろう。口を挟める作品と、口を挟めない作品ってのがあるわけよ。こうやってなんかワイワイ話しながらできる作品と、なんかそのね、プレイヤーの予断をね、入る余地を許さない作品ってのがあってさ、これは前者なわけよ。ね。許してくれ。マジ許してくれ。そうじゃなかったら自分でプレイしてくれ。頼む。それが一番いいんだから、漢字の読み間違いも起こさんし。多分そんな感じなんじゃないかな。で、多分このね、この性格は、モンっていうあれは、兄弟がいっぱいおって、で、母親が亡くなっとるわけやねんか。だから結構女手一つってわけじゃないけど、やっぱ母親代わりとして子供たちをね、幼い時から育てたっていう反動で、自分が甘えたいっていう欲求が、本当は甘えたがりなんやろな。けど、立場的に兄弟を養っていかなあかんっていうので、ダメだったっていう。だから本当に本性で言えば、自分が本当に子供みたいな感じなんだろうな。だから感情が高ぶった時にこんなことになるっていう。そんな感じやろうな。俺らしさなんて、お前とは昨日出会ったばかりだろ。だってさ、イロハはつまらなさそうに唇を尖らせる。うちのことはさ、なんだかんだ助けてくれたわけじゃん。だから、たっちゃん先生ならきっとさ。あれは教師としての責任感だと言ったろ？違うんだよな。だって美術部顧問じゃないから。だって教師としての責任だったら他の教師にもさ、責任があるから居残り許そうとかそういう話になるわけだしさ。だから多分これも論破されるんじゃないかな。そのうちささっとあっさりと。ね。絵を教えるのは絵を描く楽しさも教えられる人じゃなきゃダメなんだ。どうだろう。これもちょっとね、まあ多分これだろうな。達也の根っこはここなんだよな。なんかこうやってなんかその、なんか例え話に
他の作品とかを出すってのはすごい良くないことだって分かっとるけど、それをね、回避しながらみんなに伝える言葉ってのをね、それだけ俺言葉は語彙力がないから、あれなんだけど、のだめカンタービレっていう、音楽の漫画あったじゃないですか。アニメとか実写の映画化とかドラマ化にもなった。あれがまさにそうだったんだよね。のだめっていうのは、音楽の才能がありながらも、最初から最後まで音楽を楽しむ、ね、音を楽しむっていう音楽っていうのを、やっとったわけよ。うん。ね。その反面、千秋に関しては、音を学ぶ。コンクールで優勝したりとか、ね、ミスをなく弾きましょうとかさ、そういう音を学ぶと書いて音楽っていうのをやっとったわけよ。うん。そこに通ずるものがあるよね。だからこの絵を描く楽しさを教えられる人じゃなきゃダメなんだっていうのは、ある意味正解ではあるんだけど、ある意味では間違いなんだよね。それもただ一つの道っていう。うん。別にね、だからそのさ、音楽を楽しむ、もう書いて字のごとく音を楽しむのが音楽かもしれんけど、かといって学問を目指すっていうのもさ、ね、悪いことではないねか。コンクールで優勝したりとかさ、ね、ガチ勢とエンジョイ勢じゃないけどさ、例えば俺なんか趣味で釣りをやっとるけどさ、釣りの大会で優勝したりとかを目指す人もおれば、いや、自分が楽しく釣りできればいいよっていうエンジョイ勢もおればって、ね、いっぱいおるわけだけどさ、それは別に間違ってるわけでもないしさ、両方正解なわけだしさ、ただ進むべき道が違うっていうので、結局のだめカンタービレも、千秋は、そののだめに対して、そのお前はコンクールで優勝する才能があるのになぜお前はその音をね、その道へ進まないんだみたいな方でかなり喧嘩するからさ、まだ読んでない人ったらごめんね。ね、千秋はその才能をもう早々と見つけて音楽を学ばせる道に、音楽の道へ進ませたかったんやけど、のだめってのはもう根っからのその音を楽しむ人やから、だから夢は幼稚園の先生とかだったわけよ。うん。ね、子供たちと一緒に音楽を適当にパパッと奏でて、ワイワイガヤガヤ踊ったりとか歌ったりとかするってのを楽しむっていう人があったから、そういうなんか揺れ動いたりとか、お互いのね、すれ違いだったりってのを結構深く書いとったのがのだめカンタービレだったんやけど、多分この話もそれに通ずるものがあるんじゃないかな。達也の根っこがこれで見えた気がする。もう楽しさの塊やねんか。いろはなんか特に。うん。何でもかんでも楽しんじゃえの人やねんか。うん。でもそんな感じなんじゃないかな。やばいの、マジこれで動画一本になりそうやね。本当にごめんね。本当にごめんね。でも俺は絵を描く苦しさから逃げ出した人間なんだよ。うん。だから俺は先生にはなれない。誰よりもそれを知ってるのは俺自身なんだ。そうなってくるとやっぱりこの絵の編集さんとしてアドバイスを求めるっていうのは落としどころじゃない？昨夜にやってるようにさ。ね。だって昨夜も自分がね、プロの小説家でさ、ね、デビューしてさ、けど、達也に対して意見を求めるわけやねんか。その意見に関しては、達也はむしろ前向きに、前のめりに、ね、感想を述べるっていうことをやっとるわけやねんか。ね。けどそれって編集であってさ、ね、けど、ね、編集っていう立場かもしれんけど、建前上編集って立場かもしれんけど、自分からね、これはああじゃないか、こうじゃないかってアドバイスはもちろん出すわけやねんか。感想という名のね。うん。それに対して、昨夜の方も、そうなんだ、みたいな感じで直しとるからこそ、この関係が続いとるわけだから、ね。だから先生ってのはそういうことなんやろうな。だから多分これ落としどころ見つけるんじゃないかな。昨夜の場合の。だから別に、さっきの方もそうやったねか。だから素人としてアドバイスを、述べるのは、ね、どうですかって言ったところに多分落とすと思う。うん。言い方を変えて、伝え方を変えて、うん。ゴールは一緒だけど道が違うっていう。うん。多分それを思っとるんじゃないこの沈黙は。でもあなた私に対してみたいな。そんな感じの雰囲気があるけどな。でもちゃんと絵の道具あるやん。
うん。そんな感じじゃないかな。この部屋の間取りにすごい見覚えがあるんだけど、レオパレスかな。よくあるアパートやね。多分そんな感じやなとは思うけどね。たっぷりと熱いシャワーを浴びてリビングへ戻ってくると思わず身震いが出た。4月初めの、午前1時にはまだまだ冬が色濃く残されているらしい。独身男のしがないワンルームは片付いているというより殺風景と言った方がしっくりくるだろう。むき出しのフローリングにはめったに電源を入れることがないテレビ。引っ越してから一度もシーツを変えていないベッド。そして隅の方で埃をかぶったイーゼルが無言のまま立てかけられているだけだった。俺はバスタオルをかぶったまま無造作に髪を拭き、余った手でウイスキーのボトルを手に取った。こいつを適当な湯飲みに注ぐとストレートのまま一気に煽ってやる。いつも通りつまみは食べない。俺はアルコールが流れ落ちるのに合わせて食道がカッと熱くなり、胃袋に溜まっていく感覚が好きだった。この方が酒の味だけを感じることができたし、何より手早く酔える。やっぱり飲まなきゃ寝れる気がしないな。今朝は起こされても起きないほど熟睡してたらしいし、少しは期待してたんだかな。それほど深く眠れたのは一体いつ以来だろう。徹夜明けで疲れ切っていたのが良かったのか、あるいは絵を描けたことで心の奥に溜め込んでいたものを吐き出せたおかげなのか。酒やタバコに頼るようになったのも描けなくなったからだもんな。はっ。思わず自重が漏れる。こんな俺が絵を教える？冗談はよしこちゃん。こういうのやめてほしいな。そもそも、教師をやっていること自体がひどい間違いだ。それでもどこかで先生に対する憧れが残っていたのか。俺はウイスキーを継ぎ足してまたも一気に煽った。昔は俺だって先生がどうして自分の作品を発表するのをやめたのか不思議だった。このファッション酒飲みって多分すぐやめるだろうな。そうやな。この違和感分かった。やれタバコだなんだっていうことをごちゃごちゃ言うとるけど、結局はでもそんな過去から逃げとるってわけでもないんだよな。酒に溺れるというか、過去から逃げとるわけでもないんだよな。逃げることもなくさまよっとるだけなんだよな、きっと。だからこのタバコ吸ったりとか酒飲んだりっていうこのキャラクターにすごい違和感があるんか。最初からそうだったんよ。酒が飲んどる吸ったもんだの話とかあったじゃないですか。あの時からずっと違和感があったんやけど、なるほど。これか。ファッション酒飲みか。あくまでも、多分そこまで考えて作られてないと思うけど、シナリオライターの人からして、プロデューサーとかそういう人たちから見た時にそこまでしか作られてないと思うけど、やっぱ自分の中で子供の頃から全く成長してないからこそ、酒とかタバコみたいなさ、女はないとしても、酒とかタバコみたいなザ・大人みたいな感じのものを自分が強引にでもたしなむことによって、その精神的な子供から離脱したいみたいなさ、そういう感じでやっとるんじゃないかな。だからこそ、酒とかタバコの話になるんじゃないかな。そんな感じの立ち振る舞いだからさ、これまで読んどってね。ガキの頃は何度もどうしてだって問いただしたっけな。ははは。そんな時、先生は決まって俺の頭を撫でてこう言ったものだ。君は質問をする天才だね。そんなことより絵を描こうじゃないか。私はね、ただ描きたいだけなんだ。自分だけの大切なものを永遠にするためなんだ。
それをみんなに分かってもらおうとするのは少しだけ疲れることだからね。第一、自分だけの美しいものは誰にも理解されなくてもいいものさ。そうは思わないかい、達也くん。あの頃は単に煙に巻かれたような気がして不満に思ったものだ。だからそうか。そうなってくるとあれだな。一番最初にさ、なんで思ったのよ。ちょっと今まで口には出さんかったんやけど、なんでお前は学生じゃないのっていう。だいたいこの手の話って、別にその先生である必要ないねか。キャラクターとして、登場人物としてね。その立ち位置というか、役回りというか、先生である必要ないわけよ。別に。同じ学生でいいわけ。過去にトラウマを持った同学年の学生でもいいわけよ。ね。けどそうじゃなくって、あくまでも成人した大人っていうのは、酒とタバコが許されとくからじゃないかな。多分そういうことなんじゃない？それで、まあ、ほら、主人公が学生でこうなるってのは、ありきたりな設定だからさ、言っちゃなんだけど、もう、ありきたりっつったら失礼か。よくある設定だからさ、他の作品でも何個も何十個もあるわけよ。これまでの歴史の中にも何十個何百個ってあるわけよ。どうしてもやっぱ学園系が多いからさ。そうなってくると、それと、ただ外すためだけに大人を選んだっていうよりも、そうやな。主人公の過去と付随して今の行動に結びつけるために大人っていうのにした。だから酒タバコのできる年齢、建前上酒タバコのできる年齢、かっこ中身は子供みたいなことにしたかったっていうことになると、この世界観に一応の、辻褄は合うな。だけど今ならわかる気がした。きっと先生も俺みたいに疲れ切ってしまったんですよね。違うんだよな。それでも絵を教えることだけは続けていたんですよ、ずっと。そういうことや。水中を漂っているような、透水でいいのかな？違う。何だっけ？まあいいわ。まあ酔っ払った感じの中、さっきの声を聞いた。確かに俺とは違うか。でももう先生に聞いて確かめることはできない。本当のことなんて分かりっこないんだ。第一、俺にはそんな資格もない。さき、君なら分かってるはずだろ。さらに酒を継ごうと、またもボトルを傾ける。あれ、おかしいな。まだたっぷり残っていたはずなのに、いつの間にか中身がすっかり空になっている。ほうけて瓶の中を覗くと、世界がウイスキーのボトルの形に歪んで見えた。ますます体はたゆたってゆく。むしろ肉が崩れ骨が溶けて何もかも液体になってしまったようだ。ああ、これはいつもの感覚か。俺は小さな水分子の一つになってただたゆたってるだけなのだ。ぐにゃぐにゃになって大きな海流に身を任せていると何も考えずに済んで心地いい。束の間の痛みを忘れることができるのだ。やがて水底へ向かって浮き上がっていくような、上下逆転した浮遊感とともに眠りが意識を連れ去ってくれる。それでも俺の中に残る人間らしい意志が最後の一かけらだけ残っていて、力の抜けた体をかろうじてベッドへ這い上がらせる。そこなんだよな。このなんか漂ってるというか、多分その感じが妙にしっくりくるのは、逃げ取るというよりも、行き先が分からずに、感情の落としどころとかそういうのを全部ひっくるめて、行き先が分からずに漂ってる。何が分からないか分からないっていう状況なんだろうな。多分これだ。酔っ払いの酒飲みで、なんかこんだけやっとるくせに、日常生活の言動とかがさ、
なんか酒飲みのそれじゃないのよ。まあ酒飲みがどんなテキストを話すかっていうのは分からんけど、正直分からんけど、ちゃんとその酒を飲んどらん時だけは理性がしっかりしとるのよ。かといって酒を逃げ道にしとるというあれでもないしな。でも逃げ道ではあるんか。子供時代から成長できないというか。でもそれを逃げというのかな。違うな。それを逃げというよりも、どちらかといえば、なんか自分を錯覚だな。逃げというより錯覚に近いか。自分はあの頃から成長してるんですよっていうのを体に覚えさせるっていう。頭の中ではどうしても過去っていうのでずっと逡巡してしまうから、体だけでも、そうやな。体だけでも、そういうふうに、大人、俺は今現在未来に生きている大人っていう、過去から決別して前に進んでるんだっていうのを分からせるために体にダメージを与えるとるってことなんだよな。喋ってばっかり本当にごめんね。あのことはもう知らない。ある日、先生は女性特有のがんを患い、まるでこの世に未練などないとばかりにあっけないほど簡単に言った。係でいいのか。俺は文字通り海外から飛んで帰ったわけだが、飾られた遺影を見て、今度はリアルにずっこけそうになったのを覚えている。遺影は写真ではなく、一目でそれとわかる油絵だった。確認するとどうも自画像らしいのだが、まあそこまではいいだろう。先生は芸術家だ。だがどうしてか年齢がマイナス15歳されていた。しかも水色のセーラー服を着ている。あとまつげの描き込みがすごい。少女漫画か？何を思ってそうしたのかわからないが、こともあろうに遺言でその画像を使うよう言命していたらしい。お焼香のたびに一部関係の性の薄い参列者などが、まだ若いのにね、しかもこんな美人が、と沈痛な面持ちで語っていて、関係者は何とも言えない微妙な顔をしていた。完全に事情を知るお坊さんが薬ともせずお経を唱え続けていたのは修行の成果だろう。先生としてはしてやったりなんだろうか。多分そうなんだろうな。先生に近しい人たちはやはり俺のようにあの人は芸術家だったからで片付けていた。その時になって初めて俺も自分が洗脳されていることに気がついた。今思うと先生は実にろくでもない大人だった。別れた旦那さんとの間に娘がいると知ったのも、咲の存在を知ったのもこの日が初めてだ。その時からおったんだ。ごめんな咲。ごめんなさい先生。先生はきっと誰にも泣いてほしくなかったんですよね。とりわけまだ幼い自分の娘には。違うんだよな。なのに俺は余計なことをする天才だ。あの時俺が描いた絵のせいで結局咲はもちろん先生の名誉まで傷つける羽目になったんだ。